こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は野菜の栄養をなるべくキープするための保存法についてお話をいたします。保存法ってね、たくさんあるし、野菜ごとにそれぞれ違ったりするので、結構わかりにくいですよね。野菜の特徴を知って、一工夫だけでできる栄養をキープする方法、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。いろんなお野菜、それではこれから保存をしていきたいと思います。もやしは水分たっぷりで足が速いお野菜の代表です。すぐに使うのでなければ、もやしの袋に小さな空気口を作ってあげて、水分を逃してあげると鮮度が長持ちします。そのまま冷凍庫に入れて保存することもできます。続いてキャベツです。野菜は生きているので常に呼吸をしています。その度に糖分やビタミン C を栄養分として消耗していきます。なるべく野菜の呼吸を止めて成長を抑えてあげることが野菜の栄養を保つのに役立ちます。発育のいい場所を成長点といって、キャベツの場合は芯の根元になります。そこを取り除くことで成長を止めて栄養の損失を防ぎます。芯があった場所に濡らしたキッチンペーパーを詰めておくと乾燥を防ぎます。そのままポリ袋に入れて冷蔵保存します。半分使った後のキャベツはキッチンペーパーを断面にかぶせて適度な湿度をキープして保存していきます。ここでも芯の部分に濡らしたキッチンペーパーを当てておきます。普通のポリ袋、食品保存用の袋でも構いませんが、100均などで売っている野菜専用のポリ袋がおすすめです。レタスやグリーンリーフなどのサラダ野菜も同じように保存してください。続いて人参です。人参は比較的長持ちするお野菜ですが、人参の成長点を取り除くことで栄養の損失が防げます。きれいに洗った人参は葉っぱのついていた根元を切り落とします。先端の部分も軽く切り落とします。大根やカブに葉っぱがついている場合も葉っぱが成長してしまうので、葉の部分は切り離しておきます。キッチンペーパーに包むことで適度な湿度と温度が保たれ、野菜をストレスから守ります。さらにポリ袋に入れて冷蔵保存することで2週間程度鮮度がキープできます。使いかけのお野菜はそのままにしておくと劣化が激しくなります。切り口にラップを密着させて早めに使い切るのが鉄則ですが、お料理に活用しやすい大きさにして冷凍保存しておくととっても便利です。冷凍したお野菜は基本冷凍したまま調理に使います。冷凍することで細胞壁が壊れて味の染み込みが良くなったり、早く火が通るのも利点です。実は冷凍することが最も野菜の栄養をキープするのに有効だそうです。続いてブロッコリーです。ブロッコリーは花を咲かせようとして成長しやすいために、買ったらすぐにその当日調理するのがベストですが、まずは濡れたキッチンペーパーを断面の茎の部分に巻いておくだけでも鮮度が保たれます。少し余裕があれば洗ったブロッコリーを小房に分けてキッチンペーパーで全体を覆うようにしながらポリ袋の中で保存するとさらに環境が良くなります。キッチンペーパーが適度に湿度や温度を調整します。やはり栄養をキープする観点から言うと冷凍が一番おすすめです。食材の劣化は温度と時間に関係していて、冷凍すればほぼ冷凍した時点の栄養と味をキープできるそうです。冷凍した場合は調理の時に冷凍したままの状態で使っていきますので、使いやすい大きさにあらかじめカットをしておくと便利です。加熱をして冷凍した場合も同様です。加熱しておくと解凍されてそのまま食べることができるので便利です。お弁当などに使う場合も重宝します。
ちなみに冷凍するとお野菜の栄養って減るようなイメージあると思うんですけれども、14種類の食材をマイナス24度冷凍で1ヶ月ごとに調べた結果があるんですけれども、ベータカロテンやビタミン C などほとんど栄養は変わらなかったというデータがあります。もう一つ気になっていることとして、酵素は冷凍したらどうなるのかというご質問いただきますが、酵素は冷凍することで働きが抑制されますが、また温度が戻れば酵素の働きが復活するそうです。冷凍野菜にしておくことで、その後フレッシュジュースに使えば酵素をそのまま取ることもできます。続いて長ネギです。長ネギは保存袋の大きさに合わせて長さをカットしていきます。お料理に使いやすい大きさにあらかじめカットをして冷凍保存する方法もおすすめです。基本的な冷蔵の考え方として、雑菌の活動を緩やかにすることが目的です。そして乾燥を防いであげることで鮮度を保ちます。ニラや水菜などはしんなりしやすいので、買ってきたら早めに使い切りたいお野菜です。洗ってざく切りにして保存袋に入れておくことで1週間ぐらいキープできます。さらに冷凍保存することもおすすめです。ただし葉物野菜は冷凍すると状態が変わってしまうので、加熱調理におすすめです。キノコに限っては断然冷凍がおすすめです。冷凍することで細胞壁が壊れてアミノ酸が出てくることで旨味が強くなります。キノコの種類にもよりますが、食べやすい大きさに切り分けてミックスしておくといろいろなお料理に活用しやすいです。基本キノコは水洗いせずに、汚れが気になれば乾いた布巾などで拭き取ってあげるだけで大丈夫です。香りが強くなって美味しく召し上がっていただけます。すべての冷凍したお野菜に言えることですが、保存期間は約1ヶ月ぐらいで消費してください。冷蔵の場合は基本カットした野菜は早めに使い切るのが鉄則です。ゴーヤやかぼちゃなどの種や綿が詰まったお野菜はその部分からカビが生えやすいので、取り除いておくと長持ちします。カットして冷凍しておけばさらに長持ちします。ピーマンは買ってきた状態で冷蔵庫に入れがちですが、洗った後にキッチンペーパーで包んであげると湿度や温度調整がしやすく長持ちします。少し面倒であればポリ袋にキッチンペーパーを敷き詰めてピーマンを並べ、さらにキッチンペーパーを覆いかぶせるようにして保存しておくと同じような効果が得られます。ピーマンは乾燥に弱いお野菜なので、ぜひこのキッチンペーパー活用してみてください。国産の無農薬レモンなど果汁はもちろん皮にも栄養たっぷりでいろいろなお料理に活用したいですよね。その場合、皮と実をバラバラにして冷凍しておくと便利です。皮はジャムにしたりお料理に刻んで和え物などに使ってもいいと思います。果肉の部分は一口大にして種を取って冷凍しておくとフレッシュジュースにそのまま入れたり、その他レモン果汁を使いたいという時にも重宝します。生姜、こんな感じでラップにくるんで冷蔵していませんか？生姜に限っては断然こちらの方法がおすすめです。キッチンペーパーに包んで保存袋に入れておくだけなんですけれども、全然持ちが変わってきます。生姜は意外とデリケートで湿気に弱いので、このようにキッチンペーパーで包んでおくと非常に長持ちします。最後にまとめです。冷蔵のルールは芯などの成長点を取り除くこと、包んで保存すること、立てて保存するのがポイントです。すぐ使わないなら冷凍が断然おすすめです。冷凍すればほぼ冷凍した時点の栄養と味をキープできます。